皆さんこんにちは。おっちょこちょいのドジコです。兵庫県の淡路島にソロ車中泊をしに行った様子を前編後編の2部構成でお届けする動画です。淡路島に入る前に午前9時半から映画を見に行きました。見た映画はゆるキャンです。記念グッズもいろいろ買いました。映画を見た後、淡路島へ向かいました。今回7月15日にオープンしたばっかりのアクアイグニス淡路島という天然温泉施設に行ってきましたのでご紹介しますね。アクアイグニス淡路島は夜景も綺麗ということだったので、夕方の遅い目に入ろうと思い、その前に温泉の近くにある淡路花さじきという植物園に行って綺麗なお花の動画を撮ろうと思ったのですが、残念ながら定休日でもなく、なぜだか臨時休園でした。予定が少し狂いましたが、気を取り直して少し早いけどアクアイグニス淡路島に向かうことにしました。立ち直りが早いこともドジコの特徴です。今日は2022年7月20日水曜日です。とってもいいお天気で最高のドライブ日和です。景色もよくノリノリ気分でドライブを楽しんでいるドジコですが、実はタイトルにもあったようにやらかし4連発の旅でした。まあいつものことなんですが、実は初っ端から立ち直れないぐらいのアホなことをやらかしてしまっていたのでした。この動画の冒頭でさらっと話しましたが、淡路島に入る前に映画ゆるキャンを見てきましたって言ってましたでしょ。まあ確かに見たのは見たのですが、そもそもこの映画を上映している映画館が少なくて、少し遠い映画館に行かなければならない上に朝9時半始まりしかなかったのです。朝早起きして車中泊の準備をしてドタバタで家を出発したのです。このゆるキャンを見ることめっちゃ楽しみだったんですよ。もうドキドキワクワクしながら見ましたよ。途中までははい、皆さんだいたい想像できましたか？何をやらかしたのか。はい、そうです。最後の3、40分間爆睡してしまったのです。気がついた時にはエンディングテーマが流れていました。ああ、やらかしてしまいました。爆睡して映画の結末は見逃すわ。淡路花さじきは謎の臨時休園だったわ。踏んだり蹴ったりのドジコでしたが、ここアクアイグニス淡路島には無事にたどり着けました。5日ぐらい前にオープンしたばかりですので、とっても綺麗で清潔でおしゃれで
本当に感動しました。今目の前に見えてるプールみたいなところはイザナミの湯湯という名前の水着温泉でして、ファミリーやカップルで一緒に楽しめる温泉です。このイザナミの湯湯を入る場合はプラス2000円かかります。今回私は平日料金900円の温泉の方のみ利用しました。それでも露天風呂もあって、露天風呂からは海が一望できて、とっても素敵な温泉でしたよ。映像の方はロビーや休憩スペースの様子です。外に出て海沿いを歩くこともできますよ。目の前に広がる海は大阪湾です。売店に置いてあるものもおしゃれでしたよ。併設されてるレストランが3店舗ありましたが、要予約だったり少し高額すぎて一人で入るのはちょっと場違いな気がして、ロビーのカフェで夕食をとることにしました。ゆっくりまったりと今日一日を振り返りました。夜の海と温泉施設のライトアップがとってもロマンチックでしたよ。ところがここで3回目のやらかしをやってしまいました。駐車券を紛失してしまいました。係の人に対応していただき、今晩の車中泊予定の道の駅東浦に向かいました。映像はもう道の駅東浦ターミナルパークです。道の駅の駐車場でも車中泊していた車もありましたが、私は念のためすぐ横の有料駐車場に停めて夜を過ごすことにしました。車内の様子です。明日は道の駅東浦の紹介と、前から行ってみたかった洲本のレトロ小道というところを紹介しますね。また明日もやらかしてしまいます。どんな失敗をするのか想像しといてくださいね。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ引き続き後編も見てくださいませ。